これで4500円は破格すぎる。今回は激安なのにハイディテールの64分の1ドリフトラジコンカーマカローレビュー&反則級改造でドリフトできるよう攻略していきましょう。検索でマカロラジコンでヒットするので、とりあえずマカロと言っとく。まずは開封。今回は渋めのブラックを購入。パッケージデザインもいい感じですな。梱包はしっかりしていて、内容は説明書、付属品、本体、送信機といった感じ。説明書は3カ国語のうち1つは日本語で分かりやすい。まず本体ですが、特にボディは光沢感があり、マーキングも細かいです。ルーフ、ウィンドウ周辺は成型色のままっぽいですが、こちらも光沢感があり、それほど気になりませんです。見覚えのあるデザインだが、全体の造形バランスがいい感じ。さらにバックミラーは別部品で造形もシャープ。マフラー周辺のディテールも作り込まれていますです。さらにこのサイズで4輪駆動で、ホイールの造形も細かく、タイヤの厚さ、車高などもいい感じ。そして驚きなのが、スコークの間からディスクブレーキが見えますです。この価格帯のラジコンではありえない出来栄え。さらにブレーキキャリパーは赤で塗装され、ディスクローターはスリットのような造形まで表現と、かなり感動。ボディの仕上げも担保印刷とかの後にトップコートを吹いている感じで、かなり凝ってますね。そして裏側で気になったのがタイヤのパーティングラインのゲートカットの後ですが、これは走らせた際に様子見してみます。あとはシンプルに電源ボタン、タイプ C の充電ポート、ステアリングトリムは本体で調整できますです。そして送信機はシンプルでサイズは小さめですが、なんと絶縁シートを抜くだけですぐに遊べる電池入り。スロットルとステアリングホイールは見た目は普通ですが、今まで触った中でも一番の硬さ。あと自分の持ち方のせいもあるが、ステアリングを左に切るときに親指同士が当たり気味になる。そしてアリスホビーさんということで、安心の技的マーク付き。付属品は充電用ケーブルとドライバーですが、送信機の電池蓋用のドライバーだと思いますが、蓋にネジはないですが、機能的には問題なしです。本体のホイールやボディを外せるかと思いましたが、形状が合わないので使えませんが、この辺りは仕様変更前の名残かもです。早速絶縁シートを外してスイッチオン。ペアリングするまで LED が点滅で、ペアリングすると消灯します。逆に本体からスイッチを入れると本体のライトが点滅して、ペアリングすると点灯になりますです。そしてライトのオンオフはボタンの長押しで切り替え、ステアリングはステップ式ということで、若干の微妙な動きに対応しますが、体感ではそのまま左右に動く感じ。スロットルはフルプロポーショナルなので、2段階変速で微調整できる感じです。これが高速モードで、スイッチ1回押しで低速モードに切り替え。音を聞いても分かりにくいが、ちゃんと速度変更はできてます。走行音はターボレーシングなどと比べるとかなり大きい感じですな。そしてまずは3種類の路面でテスト走行。さらにマカロのラジコンが3台買えちゃうターボレーシングの C65 と比較してみましょう。まずはカッティングマットで表面は軟質の PVC。 滑りそうだがなかなか滑らず、マカロもターボレーシングもドリフトは厳しめな感じ。次にフローリングより滑る感じの木のテーブル。なんとかドリフトできる感じで、予想外にマカロの方が安定して操作しやすい。
ターボレーシングはジャイロ設定を多少変えてもヨロヨロと動きが不安定。最後はなんとコースのグラフィックを自作して印刷したドリフトコース。表面は軟質の PVC で秘伝のクレポリメイトを水で10倍希釈仕様でコーティング。まずマカロは滑りがスムーズなのでとにかく操作しやすい。ただしスロットルとステアリングホイールの動きが硬くすぐに手が疲れる。そしてターボレーシングは独特のヨロヨロ感も減り動きも操作性もいい感じ。比較すると滑った後の止まり方がドリフト用コースだとスムーズ。気になっていたタイヤのゲート跡は操作してもあまり気になりませんでしたが、走行音に関してはゲート跡の影響があるかもです。今回は自作のドリフトコースだが無難にターボレーシングなどのドリフト用コースなどがおすすめ。この出来栄えと走りで5000円以下はかなりの満足度。やはり唯一気になるのがスロットルとステアリングホイールの硬さ。走行時間はバッテリーの持ちが良いので 2,30 分遊べるが5、6分遊んだら日頃の運動不足もありすぐに腕が疲れました。というわけで他のプロポのスポンジをずらして取り付けて大口径に。そしてスロットルも疲れると速度を出しすぎてスピンしちゃうので EVA マットの切れ端を貼ってこんな感じで速度制限します。とりあえずの試作だがおかげで操作がだいぶ楽になりました。ここまでやったら当チャンネルでお約束のこれをもとに 3D データを制作して 3D プリンターでパーツを製作というわけで完成。スロットル制限パーツは 0.5mm 単位で微調整できる3種類を用意。さらに同じ形状でスロットルを押し込むと加速できるバネバージョンも作ってみました。ステアリングホイールはそのまま取り付けるだけだが緩い場合はこんな感じでテープを貼って調整。スロットル制限パーツはこんな感じで両面テープで固定。バネバージョンは通常の加速はここまででさらに加速の時はこんな感じで押し込みます。ブラックの材料で 3D プリントしたらデザイン的にも違和感のない感じになりましたです。このパーツの 3D データはダウンロードできるように共有しておくので概要欄をチェック。 3D プリンターがない場合は試作のように身近な材料で改造するのもかなり有効。そして撮影用の背景にこれまた自作のペーパークラフトコンテナを製作。さらに周辺の壁も自作。24分の1スケール圏用の壁なので壁の数が予想以上に多い。そしてついに完成。もともと24分の1スケールのドリフトコース撮影用にコースとペパクラコンテナのデータはあったのでスケールダウンするだけで済みましたが予想外に背景の壁制作に手間取りましたです。マカロのラジコンレビューよりコースの制作に時間かかってます。そして初の背景に壁とコンテナを置いての練習。これは予想していたが背景に壁などを置くとぶつかりたくない心理でめちゃくちゃビビりになってます。それでは走行動画行ってみましょう。2周目は BGM なしで走行音のみ。操作音を聞くと分かりますがスロットルが硬いので速度制限パーツをつけた状態で微妙なアクセルワークというよりスロットルのオンオフの繰り返しです。テールランプの点滅もフリッカーでなくスロットルのオンオフなのでかなり点滅しますです。
回のドリフトラジコンレビュー、予想以上にドリフトしてくれたので楽しめました。チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それでは次回をお楽しみに。